前表棟梁上田義太郎先生が貸物借物について2回に分けて解説してくださいます。その1回目は、この世は神の体であり、神の体と人間の体は一つの理法、すなわち天理でつながっていると、貸物借物の教理を死生観を含めて明快にお説きくださいます。今回は貸物借物天理教の身体観死生観と題して2回にわたりお話をさせていただきます。貸物借物とは、人間の体は親神様から言えば人間に貸しているものであり、人間の側からすれば親神様から借りているものだということであります。天理教の身体観の基本であるだけでなく、死生観や救済観といった広い領域にも関わる重要な教理であります。ほとんどの人が自分のものだと信じて疑わない自分の体が神様からの借り物で、自分のものは心だけだというのであります。これを端的におっしゃっているお指図が、人間というものは身は借り物、心一つが我がのもの。たった一つの心よりどんなりも一日出るであります。借り物と心一つが我がのものとが対になっているのであります。そして神のものである体と自分のものである心をつないでいるのが心通りの守護であります。命名の心通りに体をはじめとする一切のご守護をくださるのであります。お筆先には、命名の心身のうちどのようなことでもしかと皆表すで、これ見たらどんなものでも真実に胸の掃除が一人できるでとありまして、命名の心遣いは良きにつけ悪しきにつけ体に表す。その現れた姿を見て心遣いを振り返り、胸の掃除に努めるようにと仰せになっています。自分中心の心遣いを誇りに例えてお教えくださっていることはご不承知だと思いますが、誇りの心遣いを積み重ねると、心の誇り身に触りつくと病気となって現れると教えられます。しかしこれは決して罰などではなく、あくまで心の誇りを掃除するきっかけ、手がかりとして見せられているものであります。病は心遣い生き方を正して助けてやりたいという親心から見せられるお知らせ、警告であります。また病気は誇りの心遣いのせいばかりではありません。神のように使うために病気を契機に引き寄せられる場合もあります。教祖伝一話編には、親様直々のお助けをいただいた例が数多く収められていますが、その一つにある若者が突然失明し、困り果てて親様のもとを訪ねたところ、親様は一生神さんのお供をさせてもらって人助けに歩きなされと仰せになったという話がございます。若者が承知したところ、立ちどころに目が開き、彼は心定め通り人助けに生涯を捧げ、87歳で亡くなるまで眼鏡なしで細かい字も読めたということです。いずれにせよ、神様は命名の心の状態に応じた導きを神のものであるそれぞれの体を通してなさるということであります。したがって病のお助けに際しては、単に病気が治ることを願うだけではなく、神のおぼしめしに沿うよう心の向きを変えるという心定めと実行が伴わなければなりません。病気はそれを契機に
自らの心遣い、生き方を改めるチャンスでもあります。しかし、心が変わらなければ、仮に医療によって病気が治っても、また違った形でお知らせをいただくということになります。したがって、心通りの守護で結ばれている人の心と体は切り離せない。心身は不可分だということになります。各人の体には、その人の今世での心遣い、およびこれまでの代々の生き方の軌跡が刻印されているのであります。貸し物借り物について原点を参照しますと、お筆先には貸し物もしくは借り物という語は6種に登場します。最初の歌は、人間は皆々神の貸し物や、何と思うて使うているやらであります。これは第3号の41のお歌ですが、その前のお歌が、だんだんと何事にてもこの世は神の体や思案してみようであります。このお歌は2回繰り返して出てくる重要なお歌でありますが、その2度目に出てくる時にも一つ置いて、命名の身の内よりの借り物を知らずにいては何もわからんというお歌が続いています。つまり、この世は神の体ということと、貸し物、借り物の教理は密接に関わっていることが、このお歌の続き具合に伺えるのであります。この世は神の体である。これはいわば天理教の世界観のベースであります。そして神の体である世界の一部を我々人間も人体としてお借りしているということであります。これはその意味では天理教の身体観の基本です。考えてみれば、たった一つの受精卵細胞が外界から物質を取り入れながら成長し、やがて60兆もの細胞からなる人体に成長する。逆に死ねば直ちに体は分解し始め、自然に帰る。仮想しようが土葬しようが、人体を構成していた物質の総量は変わりません。自然に溶け込んでしまっただけです。まさに神の体である自然から体を作る物質を借りて使い終わるとお返ししたという感じであります。そこから神の体であるこの世とその一部である人間の体は一つの同じ理法、天理によって支配されているということが導かれます。それが従前のご死後の時分けにおいて、例えば国と子たちの御子と人間身の内の目潤い、世界では水の死後の理というように、人体と世界におけるご死後の理を一つの神名のもとに解き分けている根拠になります。体が自分のものでなく借り物であるということは、なんとなく物足りない気がいたします。いつか返さなくてはならないというのも寂しい気がする。しかし考えてみれば、これが自分のもので自分で動かし管理するとなったら大変です。親神様のご守護をいただいているからこそ、心臓も一時の休みもなく動いているのであります。その他の臓器や器官も自分の手を加えずとも機能しています。そのおかげで手も足も思うように使うことができるのですから、その絶大なご守護をいただいている体であるというありがたさを知り、喜び、感謝することが大切であります。お指図に、身の内重要なるならんは、痛み悩みなくばわかろうまい。また一つ、借り物という身の内借り物なら何か一切借り物とあります。また、人間の思うようにいかんは借り物の証拠
というお言葉もあります。痛み、悩みがあるので、自分の体が自分の思うようにならないものだということがわかる。そういうことでもなければ、思い通りになるのが当たり前だと思っているわけであります。体調の異変を通して借り物の理に目覚めることができるとお教えくださっています。続いての身の内借り物なら何か一切借り物。自分の体でさえ自分のものではない、借りているということは、その他のものはなおさらすべて自分のものではないということです。また、借り物という点から言えば、借りているものは貸主の意図に沿った使い方をすべきであるということが必然的に要請されます。友人の弁護士によりますと、一般の貸借関係では、貸主の意図に反する使い方をすれば、返せと言える。また、借りているものを貸主の承諾なしに勝手に処分はできないということです。そのアナロジーで申しますと、人間の体は陽気暮らしをさせるために課されているものでありますから、陽気暮らしにそぐわない、あるいは陽気暮らしに反する使い方をしたときには、神様からちゃんと使用目的通りに使えという警告をいただいたり、あるいはもう返せということになったりします。しかしながら一般の貸借とは違うなと思えるところもあります。例えば借りているものならば嫌になったら返すとか、また借りる前に自分の気に入ったものを選ぶことができるのに、借り物の体はなんだか一方的に押し付けられているような感じがします。本当はそうではなく、それぞれの今世での心遣い、さらには先々の世での心遣いの奇跡が反映されているわけでありまして、決して一方的なものではありません。借りるという語は、辞書には他人のものを後で返す約束で使うこととあります。つまり、返すことが前提になっているわけです。その体をお返しすることを出直しと申します。しかし、やがてまた新しい体を借りて、この世に生まれ変わってくるとお教えくださっています。これが出直し生まれ変わりの教理であります。ところで、貸主は親神様であるということは明らかですが、借り主は一体誰でしょうか。心が借り主かとも考えられますが、出直し生まれ変わってまた新しい体を借りてこの世に帰ってくる主体は、心というよりはむしろその奥にある永続的なもの、憤しの魂であります。魂が体を借りることで活性化し、心の働きが生じてくるということであります。そしてまた、今世の心遣い生き方が、その魂に変容を加えると申しますか、代を重ねてきた魂に今世の生き様を刻みつける。親神様のおぼし召しにかなう心遣いとおり方をすれば、その魂が磨かれる。魂にお徳を頂戴するということになるでしょう。その反対に、おぼし召しに沿わないような心遣いを重ねていけば、魂がだんだんと痩せ細っていく、徳を失っていくということになろうかと思います。出直し、いわゆる死によって心の働きは止まります。魂はしばし親神様の懐に抱かれ、やがてまた新しい体を借りて、この世に生まれ変わってくることになります。こうしたところから、前生、今世、来世、因縁といった概念が出てまいります。
来世があるということは、死ねばすべてが終わりではないということです。そこから死の恐怖が和らげられる。過度に命に執着しないといった気持ちも生まれます。死にゆく者としては、新しい体を借りて次なる生を生き続けることができるという希望を持てる。遺族としても、いたずらに嘆き悲しむだけでなく、生まれ変わってまた会えると気持ちを切り替えることができます。そこから親を早く亡くした人は、生まれ変わった親を我が子として抱くことができるといった話にもなります。この話には、早く親を亡くした人へのいたわりと、子供を大切にするようにとのメッセージが込められているように思えます。これが今世一回限りと考えると、命にあくまで執着するということにもなりがちです。アメリカでは死後、その遺体を冷凍保存して、死因となった病気の治療法が見つかった暁に解凍して治療する。全身を冷凍するだけのお金のない人は、頭部だけ冷凍保存して、将来解凍してまた生き返らせるというビジネスが成り立っていると聞いたことがあります。私たちからすれば、そこまで自分の子と申しますか、命に執着するのかという気がいたします。古来、不老不死は人間の最大の願望と言っていいかと思いますが、よく考えれば、誰も死なないということは誕生もないということです。さもなければ地球はたちまちパンクしてしまいます。また自分だけが死なずに家族も友達もとっくに死んでしまったというのでは寂しい限りです。死なないことよりも良き命のバトンタッチが肝心です。お筆先には、病まず死なず弱らずに115歳寿命と仰せになっています。すなわち、病気にならず若死にせず、年をとっても弱らずに115歳まで置いてやろうということです。未だ日本人の平均寿命が40歳あるかないかという時代に、人は誰でも心次第に115歳まで生きられると宣言されているのは驚くべきことであります。来世があるというのは希望ばかりではありません。例えば、余命いくばくもないという状態になったとき、死ねばご破算だから好き放題にするというわけにはいきません。より良き来世のために出直すまで神の思いに近づく心の精進、精進が求められることになります。また、いい例ではありませんが、嫌な姑が死んでくれてやれやれとはなりません。来世も身近なところに生まれ変わってくるかもしれないとなると、今世でできるだけ関係を修復しておく必要があります。また、環境問題、あらゆる生命の母体である自然環境を損ねることは、神の体を傷つける行為であるだけでなく、いずれ我が身に返ってくる天に唾する行為だということになります。私は表通りを時代、教会史を移植するとき、よく天理教ならではの教会を心がけてくださいと申しました。例えば死刑囚の場合、刑の執行で全てが落着、罪は償われたとはいきません。死刑囚にも来世があるからです。そう考えると、魂がいささかでも改善されるよう、来世が少しでもより良いものになるよう、死の直前まで
心の帰りように努めることが大切であります。また、この体を借りているということに関してですが、どの時点でお返し、すなわち出直すことになるのか、これがなかなか重要な問題です。脳死、臓器移植の問題とも関わってきます。お道の儀礼から申しますと、御霊移しをした時点でお返しをしたということになります。しかし、もっと一般的に考えて、例えばミイラにして保存している場合、これはずっと借りているのかと申しますと、そんなことはないはずであります。結局、物質としての体を借りているだけでなく、生命体としての働きと申しますか、機能を伴ったものとして体をお借りしているということだと思います。ですから、どの時点で身情をお返ししたかというと、私は生命体としての機能が失われたとき、身体機能の全面的な停止がお返しした状態だと思います。もう一つ、いつ借りたのかということですが、これは人への歩みが始まったとき、すなわち受精の時点だと思います。ご承知のように、おじばは人間を宿し込まれた地点だとお教えいただきます。誕生した場所というのではありません。これは妊娠中絶や出生前診断の問題、さらには受精卵を壊して万能細胞を作成するには倫理的な問題があるが、それをクリアできるのが iPS 細胞だといった議論につながってまいります。今日はここまでとさせていただきます。次回後編はまた来週にお聞きいただきたいと思います。ありがとうございました。